はい、今日の質問です。聖書には神の声を聞いた人の話がたくさん出てきます。今でも神の声を聞くことができますか？私も神の声を聞きたいのですが、どうしたらよいのでしょうか？はい、お答えします。この方は、もし神が今も語っておられるとしたら、どうすれば神の声を聞くことができるのかと質問しておられるわけですね。この点についていつものように3つ申し上げます。1番目に、聖書時代においても神が語られるというのは極めて例外的なことでした。聖書を読むと確かに神が語られた事例が何百と出てきます。しかし覚えるべきことは、それらの出来事は約4000年にわたる歴史の中で起こったことなんです。ですから神が常に語っておられたということではなくて、これは例外的なことなんです。しかも聖書を読むと、神が語られた方法も均一ではありません。ある場合は直接的です。ある場合は夢や幻です。さらにある場合は心に響く声や心に感じる印象などが用いられています。神が語られるというのは極めて例外的だということをまず覚えてください。2番目に、今の時代神は3つの方法で私たちに語っておられます。一つは神の言葉である聖書です。聖書には救いとクリスチャン生活に必要な情報がすべて記されています。神は聖書を通して私たちに語っておられます。次に状況ですね。神は状況を導くことによって私たちのために門戸を開いたり閉じたりしておられます。ですから状況の変化っていうのは、神が私たちを訓練し育てるための方法です。さらに良心ですね。今も神は良心を通して語っておられます。私たちが霊的に成長するに従って、聖書と良心の声は合致するようになっていきますね。3番目に、論理的には神が直接的に語りかけるということは今もありえます。神は何でもできる方です。ですから神が直接語るということはあり得るわけですが、その場合注意すべき点がいくつかあります。例えば神が直接的に語りかけるというのは、聖書時代と同じように今も極めて例外的なことだということを思い出してください。ですから神の声を聞いたと頻繁に言う人がいたら、つまりいつもそんなことを言ってる人がいたら、疑ってかかるのがいいと思います。その人たちは自分の内なる思いを神の声だと勘違いしている可能性が大です。さらに神の声の内容は聖書によって吟味する必要があります。もし聖書と合致しないなら、それは神の声ではありません。それは神は矛盾したことを言われるお方ではないということからわかるわけですね。聖書と合致していることが神の声であるかどうかを吟味する最高の方法です。今の時代、神の声を聞きたいと思うなら、一番基本的に重要な方法は聖書を読むことです。これが一番です。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。